私も昨日の夜知った。ちゃんと調べてたのね。調べてたらさ、そう何ハワイのじゃないの？そうなんだよね。How's it? It's Nani. It's Chika。こんにちは。ハワイ在住のナニとチカです。この毎回ハワイチャンネルではトレンドのアイテムやおすすめの商品をご紹介していきます。はい、その他にも私たちのハワイのおすすめや最新情報などもお届けしますので、チャンネル登録してぜひチェックしてみてください。はい、今回は買い向きにあるパイプラインからマラサダとケーキボムを購入してきました。はい、今回はですね、食べながら、今日は、ハワイ旅行でこんなこと気をつけた方がいいよっていうトピックで、お話ししながらおやつをいただきたいと思います。このね、パイプラインの、みんなマラサダはね、もうハワイの有名でね、そうだね、他の店舗でもね、購入する方も多いと思うんですけど、私たちはね、意外とここのマラサダのファンなんです。そうなんです。そう、美味しいよね。そう、2015年にケータリングサービスから始まって、今の買い向きにオープンしたのが2016年、それから2019年にはハワイから他のアメリカの50州すべてのロケーションにシッピングしますよって言って、すごいね、頑張ってるんですよ、このショップ。そう、しかもね、店内もすごくね、可愛らしい。可愛いよね。なんかワンちゃんがね、何匹もマスコットキャラみたいになってて、店内もすっごい可愛いんだよね。可愛い。そうでね、店内にね、いっぱいもう本当美味しそうなものばっかりなんだけど、そういうベーカリー系なものからアイスクリームもね、たくさん種類あったよね。美味しそうだった。美味しそうでした。そう、まず私たちはいただくのは、マラサダのシンプルなね、クラシックとココアの方いただいてみます。ここのマラサダはね、私意外と最近ね、初めて食べて、あ、美味しいって思ったの。そう、パイプラインは結構食べた感じが軽いんだよね。それはもう揚げた感じがなんかすごい軽くって。今はね、クラシックをいただいてみますよ。はい、楽しみ。クラシックです。クラシックいただきます。久しぶり。いただきます。おいしい。美味しい。美味しい。これ、中が本当ふわふわで、本当美味しいんだよね。美味しい。そう、なんかね、マラサダによっては中にねクリームが入ってるものもあったりするけど、ここのは基本的に中には何もなくて、そのなんだろう、周りについてる砂糖のフレーバーがちょっと変わってくるって感じ。そうですね。このフレーバーがクラシック、ココア、コーヒー、リヒムイとスペシャルでシナモンがありました。そうだね。クラシックとシナモンが第2の人気だって言ってたね。そうだね、言ってた。じゃあ私今度ココアフレーバー行ってみようかな。私も行ってみる。これ密かに私のお気に入りです。いただきます。なるほどね、ココアだ。ココア。結構さ、軽いからペロっていっちゃうんだよね。危ない。本当にすっごい軽いんだよね。結構ね、ここのマラサダのファンの人も結構いっぱいいるよね。いる。本当に多いと思います。多いからぜひね、買い向きの方向に行った時はぜひおすすめです。マラサダってハワイの食べ物じゃないって知ってた？そこね。マラサダは私たちの食べ物だと言いたいんだけれども、そ
実はね違うんだよね。そうポチギそうポルトガル人の人の、はい、ハワイに持ち込んだおやつなの。もうハワイはね私たちのローカル食とねもうみなしてるけどね。私も昨日の夜知った。ちゃんと調べてたのね。調べてたらさ、そうそう何ハワイなんじゃないの？そうなんだよね。ちょっと意外とあるよね。ハワイで有名なもの人気なものが、実はハワイ発祥じゃなかったみたいな結構あるんだよね。そうそう、なんだっけ、アサイーボールとかもそう。そうブラジルだからね。そう、びっくりでしょ。びっくりでしょ。びっくりした人はいいねボタン押してやってください。押してください。そうなんだよね。でもやっぱりアサイーボールとかマラサラって、ハワイに来たら食べたくない？食べたい。住んでても食べたいよね。食べたい。だからさ、そこさハワイのいいとこだよね。わかる。いろんな国の食べ物がしっかりと食べれる。そう、しっかりと食べれる。しかもなんか現地に近い味で。そう。ケーキボンだってなんか面白い。これねすごいずっしりなのよ。あ、これはね、中にクリームが入ってる。本当だ、中の中心のところに。そう美味しそう。ここ中切ったらこのねケーキボンのリリコイの方、ストロベリーリリコイね、このね色がねまた可愛いのよ。可愛い、すごいなんか優しいピンクだよね。だけどここのお店って人工的な着色料とかを一切使ってないから、素敵だよね。そういうところがなんかねやっぱり安心できるよね。なんか前のさアメリカのさ、なんだろう食べ物とかってどぎつ色がすごい主流だったから、そうだよね。なんかいかにももうなんか体に悪そうだなっていうイメージが私はあったの。あった。だけどやっぱこっち住んできて思うのはすんごいね自然食が増えてきてたから、確かに逆に私はすごく安心してる部分があるの。そうだね、わかる。なんか多分アメリカの方が結構なんていうんだっけ、化学調味料系、食品添加物とかのね規格が結構厳しいから。そうだからね、そう意外とこっち来て不安な人とかは安心してもいいと思いますよ。そうだね、意外と大丈夫だよっていう。意外と大丈夫。まだね、もちろんね、まだあるものはありますよね。もちろんこれはちょっとどぎついなっていうものもあるけど、そうやっぱね、みんなの意識が健康志向に変わってきてるんだなっていうのも感じるね。感じるよね、お店とか行くとね。はい、じゃあ今度はこのケーキボンのチョコレートをいただいてみましょう。このねケーキボンはね、とても私が気になってた商品なの。見た目もね可愛いしね。可愛いチョコレート。私もチョコレートからいただきます。あ、やっぱりこれチョコレートヘーゼルナッツなんだけど、美味しいね。なんかやっぱヘーゼルナッツの香りあるよね。ある、しっかりある。とってもいい香り。美味しいこれ。これ美味しい。このねなんかねケーキの部分が何とも言えない。ふわふわでさ。そう、でもしっとりなんだよ。そうなの。でもしっかりずしってくる重さもあるけど、でもなんとなく軽い感じもするんだよね。なんだろうこの不思議なケーキ。美味しい。すっごい美味しい。ちょっとこの勢いでさ、私違うフレーバーもいってみていい？私も行こう。ちょっとストロベリーリリコイ。中にねクリームみたいなの入ってます。美味しい。美味しい？もうすぐ食べてほしい。食べる。いただきます。どうよ。いやこれ本当に自然の自然のいちごの味がすっごいなんか優しいいちごのフレーバーが何って感じなんだけどこれ。なんかね、とても2つが主張し合ってる。ちゃんとわかる。ちゃんとこのいちご感とリリコイ感が
美味しいね。美味しいな。うん、へえ。なんか今までに食べたことがないケーキかも。そうだね。美味しい。これちょっとおすすめだな。ごめん。美味しいね。でも店員さんにどの種類のケーキボムが人気って聞いたら、ストロベリーリリコイとあとレモンが人気だって言ってたね。多分それはきっと爽やか系だよね。そうだね。またちょっと次回試してみたい商品。すごいなんかケーキボムも種類がたくさんあってね。本当にたくさんあって。意外とでもチョコがすごいしつこくなかった。このね、なんだろう、ヘーゼルナッツの香りがすごくね、なんていうの、なんかチョコの甘さだけじゃないものを引き出してくれるというか、なんかこのチョコはね甘すぎずな感じだからね、多分すごくおすすめかも。チョコ美味しい。美味しいな。はい、ということでですね、今日はこのマラサダやパイプラインの商品を食べながらね、もぐもぐしながら、ハワイで気をつけた方がいいよって私たちが思うことをご紹介できたらなって思います。なにちゃんなんかある？なんだろうな。まあいっぱいあるよね。あるけどやっぱりね、アメリカの一部っていうこともあって、銃社会だったり。そうだね。ハワイもちょっともう変わっちゃったからね。そうそうそう。だからやっぱり女の子でご旅行される方、女性だけで行動される方っていうのはやっぱりね、夕方とか夜とかはね、あんまりね人気のないところは歩かないでほしい。そうだね、危ない。やっぱり日中でもね、私本当に怖いなって思うことあるよね。そう、怖いなって、一人で行動していてちょっと怖いなって思ったことが最近もあったから、そうだよね。日中でもこれだったらやっぱり夕方とか夜とか、人目がね、なくなった時がやっぱり怖いなって思うんだよね。いや、怖い怖い。だからやっぱりちょっと一本外れたところ、奥に行ったところだったり、ちょっと暗くなるような場所は、なるべくね避けていただいて。そうだね。でもし本当に行かなくちゃいけないね場所とか、レストランとかたくさんあるからね。だけどやっぱりウーバーとか使ってもらって、お店の前までね行ってもらうとか。そうだね。それが一番安心です。ワイキキとか人がねすごい賑わってる場所っていうのはもちろん人の目も多いから大丈夫かなとは思うんだけれど、人が少ない場所はそうだね、ちょっと気をつけてほしいかな。気をつけてください。そう、あとね、携帯電話を見ながら横断歩道って渡っちゃいけないんです、ハワイって。ダメダメ、絶対ダメ。罰金です。罰金。留学時代もお友達取られた。学校の真横で取られたりとかする人もいたから。でもそれ関連で言ったら J ウォークもそうだよね。そうだね。横断歩道がないところで渡っちゃうのもダメ。私のお友達もチケット切られました。そう、実際に本当に切られちゃうんです。そう、チケット本当にね、警察の人がそう高いんだよね、結構。だってただ道渡るだけ、なんか言っちゃ悪いけど、ただ道渡るだけ、ただ携帯見てただけで1万円2万円ってすぐ取られるから。そうだからね、私もねいつもね横断歩道を渡るときはポケットかな、どっかにもそうただ持ってこう歩いてる場合はまあ大丈夫だけど、こう見てたりとか、そうなんだよね。それはやっぱりなんかね、悲しいじゃない。旅行に来てさ、携帯見ててさ、罰金って言われたらさ、嫌じゃん。だからちょっとやっぱりその辺はね、そう気をつけていただいて、気をつけてほしい。やっぱりワイキキとかアラモーナとか警察多いよね。多い多い。だから結構見られてます。そう、なんでって思うところでやっぱ切られちゃう時もあるから。そうだから気をつけて、なるべくね携帯電話使用せず横断中はね。そう歩きスマホ基本的に危ないけどね。危ないからね。危ないからね。
なるべくというか、しちゃいけません。はい、ハワイで罰金取られます取られちゃいます。はいはい。そうだね、あるねそれねあと何かある？あとは、基本的に多分全建物だと思うけど、うんうん、建物内喫煙禁止です。あ、そうだね、うん確かに空港から出る時とかも、空港の中には喫煙所はございません。外にね出てから、建物から5メートルだっけ？そう、それぐらいなんだね。なんかあった。確かそうだよね。5メートル以上離れた場所で、喫煙する。そう。あとさ、フードコートとかさ、やっぱりさ、観光客の方でさ、賑わっててさ、混雑してるじゃない？自分の貴重品だったり、バッグだったり、席取りとか、数分だからみたいな、食事を取りに行くだけだからっていう時だけでも、置かれない方がいいと思います。そうね。そう、やっぱりね、ここアメリカっていうところはまたやっぱ違うなっていうところだよね。そうでもね、やっぱね、楽しんでハワイ旅行をしてもらうためにはやっぱ気をつけた方がいいこともたくさんあります。たくさん、それができたら結果悪い思い出なく旅行が終われるから。本当そうだと思う。あとね、やっぱお子様連れの方は、お子さんは一人でお手洗いに行かせないように、そこだけは気をつけてください。公共のね、海とかビーチのね、トイレとかもそうだね、もうすぐそこにね見えるところだから、じゃあ一人で行ってきなっていうのはもう絶対やめた方がいいね。ちょっとやめた方がいいと思います。そうね、トイレの他にも、12歳以下のお子さんを1人にしてはいけないという法律がハワイにはあります。まあこれはアメリカ全土だね。そっか、アメリカ全土だね。そう、本当に12歳以下の子をね、1人にしてはいけないというアメリカの法律があるので、本当ね、ホテルに1人にさせるのもダメなんだよね。ダメだし、あともう本当に水1本買いに行くから、じゃあ車で待っててねっていうのももちろんダメ。そう、同じ敷地内にいても少し離れるのも結構ダメです。厳しいよね。厳しいね。アメリカは結構ね、子供に対するそういう法律って結構シビアだから。いや、本当厳しい。厳しいよね。そうなので、そこは気をつけていただいて、安全にハワイ旅行を楽しんでもらえたらなと思います。1つ目は夜に暗いところ、人気のないところ、を、歩いたりとかねするのはなるべく避けましょう。2つ目は、横断歩道。そうだね。横断歩道で、携帯を見ながら横断歩道を渡ると危ないっていうか、もうチケット取られちゃいます。罰金です。3つ目は、その建物内での喫煙は禁止されています。で、4つ目は、荷物をそうだね、置いて席取りをするのはおすすめしません。取られちゃいます。取られちゃう。5つ目、5つ目が子供を一人にしない。そう、子供を一人にしてはいけないという法律が、アメリカにはあるので気をつけていきましょう。はい、そんな感じの気をつけることだね。そうだね。まあでも今ハワイ旅行にっていう風に皆さんに、お伝えしてますけど、私たちも住んでる上でしないことだからね。そうだね。私たち住んでいてもやっぱり気をつけてることだから、ちょっとでもね参考になったら嬉しいです。嬉しいです。はい。ということで今日は、パイプラインのマラサダとケーキボンをいただきながら、ハワイの気をつけた方がいいよということをお話をしていきました。それではハワイに来てパイプラインのマラサダ食べたいよという方、ぜひいいねボタンお願いします。この毎回ハワイチャンネルの方ではハワイのトレンドのアイテムやおすすめの商品をご紹介していきますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。マラサダがハワイ発祥のものだと知らなかった人もよろしくお願いします。お願いします。Okay, alright guys, let's spread a little bit of aloha every day. Aloha!